チのプールの中を。ヘチですね。やっぱりヘチのキワキワまではヘチ特集みたいな感じになってまして、ヘチこうやって上の方をはい、こんにちは。いや、おはようございます。太郎です。今回は魚野川水系の支流に来てます。ここね、昨日の夕方見に来てみたんですけど、橋の上からね、そしたらもうギラギラに鮎が這んでて、もうここしかねえなと思って今日来てみたんですが、今日はね、かなり静かになってますね。全く鮎の姿が見えません。ただどっかにいるんじゃないかなと思うので、鮎探しの旅に行こうと思います。結構上の方まで釣り上がってみようかなと思います。それでちょっとね、おとりの持ち運びに関するちょっとしたやり方の紹介ちょっとやってみます。缶からこうやってちょっと水を入れてやって、おとり生けすの水温と川の水温が近くないとできないやり方ではあるんですけど、こうやってね、ちょっとだけ水入れた船におとりを移してね、できるだけ身軽な格好で釣り場に向かいたいときはこんな感じで持って行ってますね。今日はもう岸辺まで来てるんですけど、車降りてポイントまで距離があるみたいな時はこうやってできるだけ身軽にしてから行くこともあります。ただ水温の差には注意が必要ですね。缶の水温と川の水温の差にはねっていう感じです。そんでここね、橋から見下ろした限りここには鮎はいないので、もうさっさと上の方に行きます。めっちゃ釣れそうに見えるんですが、鮎の姿が見えないので上の方にさっさと行っちゃいます。はい、ではこんなところからですね、ヘチのそのプールの中をちょっと探ってみます。竿はいろんな動画で初心者にはおすすめですよと紹介しまくっているシマノのナイヤード 7m です。単竿ですね。で水中糸はランプレミアム 0.055 で、全体としてそこまで押しの強い川ではないので、針はそこまで、ね、大きくなくていいかな。もう可能な限りかけることに集中しないといけないんで、ちょっと小さめですが、ハヤトラの 6.05 です。おとりが結構でけえな。ちっちゃければちっちゃいほどいいんじゃないかなって感じなんですけど、ちょっと大きめですね。よし、頑張ってこい。下の方から。ちょっと妙な動きしてるけど追われてんのかな。ちょっとね、まだ午前中なんで水温が低くて、午前中だから低いというか、今年めっちゃ豪雪だったんで雪代で水温が低いんですよね、きっとね。夕方になってもずっとね、水温がもう低いままで、かかった。水温がずっと低くて、それで多分釣れないんですよね。うわー、かかったぞ。いいのかかったんじゃない？うわー、マジか。マジか。こんないいの釣れる今。めっちゃいいの釣れたぞ。やった。細くてね、ちょっとシュッとしてるけど。いやー、こんなの釣れんだね、今。びっくりした。そんで、雪代でね、水温が低いんですよね。もう雪代が収まらないうちに次の雪が降るんじゃないかってくらい雪が多分まだ山に残ってて、水温が午後になって上がるどころか気温が上がると雪が溶けるんで、それでまた冷たい水が出ていつまでたっても水温が上がらないみたいになってるんですよね。トラウト狙いだったら雪代っていうのは大変いい条件ではあるんですけど、鮎だとやっぱりね、水が生あったかいぐらいの方がいいですよね、鮎はね。めちゃくちゃ水温低いんですよ、今年。本当にそれが原因で鮎の生育が遅れてるとかであれば、始まるのが遅い代わりに
長い間鮎釣りを楽しめるんじゃないかなという気はするんですけど、魚沼という地域は夏は暑いくせに冷えるのは早いんで、9月でもね、朝はもう水に入っていられないくらい冷えちゃうんですけど、それでもね、長く楽しめたらいいですよね。始まるのが遅ければ終わるのも早いみたいな鮎釣りなんで、僕の地元は今10時ちょうどくらいで、この周辺に車が止まっていないということは、昨日の夕方目撃した超フィーバー状態から人が入っていないということなんで、釣れなければ魚がいなくなったってことかな。かかんなかったらさっさと移動ですね。今日は夕間詰めまでやるか。本当に日が暮れる瞬間まで。はい、ではまたちょっと歩いて上の方まで来ました。ここは実はね、去年全く同じところで釣りしてるんですよね。地形も全然変わってなくて、去年と変わり映えのない釣りではあるんですけど、そこのヘチですね。やっぱり渋い状況だとヘチですね。今回もしかしたら釣果がないかもしれないんで、一応解説動画としても動画が機能するようにヘチの釣り方をちょっと解説したいんですけど、ヘチのね、キワキワを釣るときは基本的に下竿の方が送り込みやすいですね。こう竿を構えた真正面にはやっぱりおとりがね、元気で沖にどんどん出ていってくれないと、ヘチのキワキワまでは行ってくれないんで、下竿の方がヘチには誘導しやすいですね。まず狙いたいヘチの上流に立って、でおとりをね、こんな感じに水面から顔を出させてアップさせながら流れに乗せて下に送ります。下に送って竿を倒して穂先のね、直下に誘導するような感じですね。こいつダメだな、このおとり流れもまあ良くないんだけど、ちょっとね、沖に出ていかない解説もしたいんですけど、おとりによる部分が大きいので解説として成り立つかどうか。ダメだったらもうキャスティングですね。キャスティングでヘチに入れて、で竿を下げるときは要注意です。これ木にめっちゃ引っかかるんで、竿をねちょっとこうやって上の方に持ち替えて安全に竿の持ち手をかなり上の方にして、で木をね回避したらまたね元の場所に持って木の下に穂先を入れるみたいな感じですね。かからない。追われてすらいないな。で竿を上げる時もね、こうやって持ち手をできるだけ上の方を持って木を回避しながら竿を上げてですね。ちょっとね、このおとりちゃんがあまり沖に出たがらない困ったちゃんなんで、アップさせながらできるだけ下に送って、あ、かかったよし、なんとか取り込みました。団子になったけど、なんかめちゃくちゃなってる。で背張りを打つとね、やっぱりあんまり沖に出ていかないんですよね。こいつすげえ沖に出てるけど背張りを打つとね、背張りの解説でもちょっと触れたんですけど、めっちゃ分かりづらい解説で、とにかく背張りを打つとあんまり沖に出ていかないので、背張りは打ちたいところですけどね、引くなら。でおとりがね
思いっきり沖に行こうとしてボサに入りそうだったら、竿の持ち手を変えて短く持って、できるだけこっち側にね誘導するような引きのテンションを与えてやらないと根がかるというかボサに引っかかるので、よく泳ぐからもうどんどん引いちゃおう。ボサはね入れたところでかからなければもう望み薄なんで、引ければどんどん引いた方がいいですね。おとり直すのが大変だから無理にでも引いてあげて。ここはかかりそうだけどな、かかんないかな。石の色もすごくいいんだけど、ちょっとここあれだな、流れがねこっちに行ってるから、向こうに行かないんですね。沖の方にね、釣り人から見て沖の方になかなか行ってくれない。これが反対に向こうに流れていれば沖に行ってくれるんですけど、こういうとこはねおとりが元気ピンピンじゃないとなかなか沖に行ってくれないですよね。こういう一見こういうね流れの川でも場所によってはねこういうね落ち込みみたいになってて、こっちの方向に流れができてるんで、こういうところだとなかなか釣り人から見て沖の方には行ってくれないですね。なので流れと平行に立つという考え方では川の流れは向こうに向かってるように見えるんですけど、この一帯に関してはこうかな、川に対してこのくらいの川の地形に対してこう構えるのが正解ですね。とはいえかからんな。そっちのヘチもねいい感じなんですよね。あの辺がね、こっちはそうでもないけど、あの辺がね、石の色も流れもすごくいい感じですが、かかりませんな。じゃあまた上の方に張り直して、ここからね引いたり引かなかったりしながら上に歩いていきたいと思います。ボサの真下に入れられればねだいぶ良さそうな雰囲気なんですけど、それはちょっと難しいな。おとりが勝手に泳いでってかかれば入ってくれる以外ちょっと入れる方法がないですね。そこは終われもしない。でこういうとこでかけたらね竿をすぐに上げちゃダメですね。ちょっと竿を下げた状態であえて霜に下らせて、釣り人もちょっとついてってね。うわ、なんかバイトしてきた。かからない。今ねめっちゃボサの下いい具合に入ってるんですけど、かかりません。こんな 100% 竿抜けみたいなところでもかかんないですね。いくらなんでも釣れなすぎるんで移動します。なんだ本当に、昨日うじゃうじゃいたのに今日全くいないじゃん。夕方だったからとしても尋常じゃない量いたんだけどな。はい、というわけで2箇所目のポイントですね。今度は本流です。ここもね去年同じくらいの時期に来たポイントなんですけど、まあ地形は変わってないかな。若干この落ち込みの入り口が広くなったような気がするけど、とりあえず落ち込みのね入り口から始めます。でもうダメですね、今年上流雨降ってますね。感じだとまあ今日はそういう予報だったんで文句は言えないんですけど、本当に何なんだってくらい天気に振り回されてるっていうか、天気で強制終了とか、いや、はい、日頃の行いですね。鮎がね釣れる時はねここからキラッキラってのが見えるんだけど、光の加減でちょっと中が水中が見えづらい。あ、いたな、ちょっとキラッとしたな今。
どうかな、釣れるかな。雨降ってるあそこ最低だ。今年の僕の魚野川長江は散々ですね。竿は大和の銀影競技 T8.5m に持ち替えました。水中糸ランスペシャルじゃない、ランプレミアム 0.055。 なんか赤はそんなについてないように見えるんだよな、この瀬方はな。まあ瀬方から始めるけど、開かなかったらどんどん場所移動していかないとだな。仕掛けを直してる暇もなくて、まあ現場で交換ですね。ダメになったら現場で交換です。鼻かん周りとか。ハヤトラ7号、ハリスの切れっ端を落としちゃいました。よいしょ。よーし、頑張れ、頑張ってこい、かけてくれ。さっきの上り川とは打って変わって水が冷たい。ちょっとね、鮎の気配に敏感になりすぎているのか、ちょっとした水面のなんかきらめきも鮎の反転に見えちゃうんですよね。視界の真正面じゃなくてちょっと外したところで水面がきらめくとね、なんか鮎がいるように見えてしまうんですよね。それに結構惑わされますね。病気ですね。かからんね。ちょっと反対側も攻めてみます。向こうはね、なんか見るからに白いんで、見るからに白いからダメだろうな。もうかかった。ああ、抜きずれ。よし、バレる。ああ、死んでしまう、こいつはダメだ。よし、もう一回頑張ってくれ。もう一回。なんかかかる、意外とかかる。ここそんなにねバッチバチに来ないけど、待ってればかかるか。赤のついてるところうまく探ればかかるかな。変わった。なんか首、頭か、また腹だな。バレそう。よいしょ。よし、頑張るぞ。目にかかったんだな。この段々瀬の赤のついてるところを一個一個しらみつぶしに釣っていけば、ちょっと数伸ばせそうな気がしますね。かかりそう。ここかかるんじゃない？ちょっと追われてる感じもある。また団子になってる。違った、大丈夫か。ちっちゃい、めっちゃちっちゃい。よし、かからんな。こっちのヘチの流れをね、釣りながら上がっていこうかな。いい色ですよね。釣れそう。
ちょっとね水面がギラつきすぎて逆光で見えないんですけど、確かここ赤ついてたと思ったんだけどな、この辺。お、かかった、かかってた。いや、へちげえな魚が釣れました。で今回ね、さっきの支流の上り川も同様なんですけど、ちょっとねヘチ特集みたいな感じになってまして、でさっきはね川の中に立ってボサを釣るみたいなやり方だったんですが、今回は岸に立って岸際のヘチを釣るっていう感じですね。まあこういう時のコツ、まあコツもクソもないんですけど、とにかく静かに釣るということですね。人の気配が結構ねアユにとってプレッシャーになるはずなんで、とにかく気配を消して釣る。ポイントに入るときジャバジャバってしないのもそうなんですけど、釣りを始める前の引き船からの水のジャバジャバも結構プレッシャーになると思うので、若干狙ってるポイントから離れたところで釣りをスタートした方がいいですね。で引き船を切り離して狙いのポイントに入れていくみたいな感じで。お、かかった。追ってかかったみたいな感じだなこいつ。あ、バレる。よいしょ。なんかいいアユがかかったな。今回のヘチ釣りなんですが、多分群れアユと追うアユが混在していて、群れアユに間違ってかかるパターンもあれば追ってかかるパティーンもあるみたいな感じですね。できるだけね歩かない方がいいです。やっぱり歩かないで釣る。足音が水の中にかなり響くんで石化けですね。完全に岸に上がってね釣りをする格好になればいくら歩き回ってもいいと思うんですけど、水の中に入ってヘチを釣るんであれば歩かない方がいいですね。まあ静かに釣るなんて言っておとりキャスティングしてるんですけど、まあどうでしょうね。鮎跳ねるし、おとり鮎の着水音はそんなにシビアじゃないと思うんですけど、むしろ着水音反応するんじゃないかな。でヘチを釣る場合というのは基本的にはもう徹底的に釣り尽くすみたいな格好の釣りになるんで、ポイントを変える場合そのポイントにねいきなり入るんじゃなくて、遠くから一旦探りを入れてから行った方がいいですね。引き船なんかもこの辺にこんな感じで置いてもいいんで、水につけなくていいんで、とりあえずまずアユがいるか探ってから入った方がいいのではと思います。いるかいないかの判断だけしてから。いねえな。まあそんなにヘチヘチではないですけどね、今釣ってるのは。ヘチというよりは流芯を外したところっていう感じですね。かかりませんね。ザバーっとなってる石の左側ね、あの辺が一番かかるんじゃないかなと思ってて、ちょっとそっちの方に行ってみます。でこういうとこで釣りするときはもう引き船を切り離すですね。切り離してね、この引き船の置き場所も結構大事で、釣りのしやすい置き場所、流されずなおかつ十分な水量のある場所に拠点を作っておいて、かかったかかったけどバレそう。ヤマメちゃんです。チビヤマメです。こんなの結構いますよね。いかん釣れない。釣れると思った場所釣れない。かからない。厳しいっすね。
お、かかった。よし、変えとくか。結構釣ったもんな、なんだかんだで。6.5 号だな。思ったよりちっちゃいな、鮎が。ヘチっていうか、流深から外したっていう程度の場所なんですけど、こういうね、流れのある場所は釣りがしやすくて釣果も出しやすいですよね。引き釣りでね、こういう石に乗ると上から見下ろす形になって釣りがしやすいんですけど、雨が降ってきましたね。かかりません。かかんねえ。マジでかからん。マジかよ、もうダメだ。雷鳴り出しちゃった。多分落雷はしないと思うんだけど、土砂降りで増水になったらなかなか危険が危ないポイントなんで。もう一回だけちょっとここのせ方でやってみようかな。かからんな。せ方をちょっと歩きながら戻るか。せ方を探りながら戻ります。かかった。かかったよ。よし、腹がかりだけど、しかし腹がかり多いな。追ってないんだろうな。寿司のないチャラセを釣ってみるか。なんか鮎がはんでるのが時折見えるチャラセです。釣るのはすげえ難しそう。お、かかった。チビです。チビだけどそこで使うには申し分ないですね。ちっちゃすぎて仕掛けの負担が大きいですね。これだとこんだけちっちゃいと。やべえ、岩にぶつけちゃった。石に思いっきり強打しちゃった。かかった。よいしょ。なんかすげえいい当たりだったけど、背がちっちゃいな。まあ背がかりです。お、かかった。ちょっとここ寄ってきた感じか。相変わらず背がかりじゃなかったな。顔だったな。もう相当どこにおとりを入れてどういうコースで引いてくるかみたいなのを明確にできないとこういうところ釣れないんですよね。釣るのが難しいんですよね、こういうところ。とても魚の側の釣り方とは思えない釣りをしていますね。おし、かかった。いいのがかかった。全然いいのっていうほどでもないですけど、めっちゃ走ったんでいい鮎かと思った。いい鮎です。とてもいい鮎です。浅瀬とかね、なんか段々瀬を歩いてるとたまにっていうかよくちっちゃい鮎がね、わーっと逃げるのが見えると思うんですけど、まさにその鮎を引っ掛けてるって感じですね。
そうか。こんな鮎です。ダメそうだな。分かった。ああ、うぐいでした。うぐいだよね。うぐいだな。よし、ちょっとね、こんな時間からなんですけど、場所を移動します。上流の方に行きます。夕立ちで今日もうダメかなみたいな感じだったんですけど、なんとか持ちこたえてくれてるので、夕間詰めは湯沢まで行こうと思います。上流ですね。あれ、なんか濁ってますね。上流はちょっと増水したんだな。濁ってるけど、よーく見ると鮎はいますね。数日前の増水で木くずがめちゃくちゃ流れてきたみたいで、それで根がかりしやすくなったらしいんですが、まあやってみるか。なんか上から見ても川底木が沈んでるの見えるからな。ちょっと怖いな。5本も釣れればいいかなと思って湯沢まで来たけど、ちょっとシャレにならん感じでしたね。釣りがままならない。これから夕間詰めに向かうには厳しいかなって感じですね。厳しいっていうか、別のとこ行った方がいいかな。はい、というわけで夕間詰めの入れがかりを迎えるべく、午前中釣りをしていた支流のね、上り川に戻ってきたんですけど、こんなです。川沿いは全然雨降ってなかったのに大増水ですね。山で降ったんですね。山で降ったのを多分釣りしてたら気づかなかったんで、撤収したのは不幸中の幸いだったとは思うんですが、いや、今日は終了ですね。なんか魚野川は全然釣れないし、なんか釣りという行動そのものが若干空回りしてる感がありまして、今年の太郎さんは。いやー、なかなか厳しいっす。ちょっとどうしちゃったんかなって感じなんですけど。はい、というわけで今回の動画は渋い時の釣り方みたいな趣旨で動画を作ります。今回もご視聴いただきありがとうございました。今回はご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録と通知機能で次回の動画公開のお知らせが届きます。動画の感想、コメントもお待ちしております。次の動画もぜひご視聴ください。